みんな寝ちゃったね。朝まで語り合おうとか言ってたのに。結構来てない人いたよね。半分くらい、もうちょっといたか、来てる人ね。もう結構遅い時間だし、さすがに眠いよね。起きたらじゃあまたみんなで一緒に話そうね。みんな寝ちゃったね。朝まで語り合おうとか言ってたのに。結局さ、こうやってまだお酒飲めない私たちだけが残っちゃって飲むいいよ。にしても二次会どこも空いてなかったね。カラオケもさ、居酒屋も、どこも私たちみたいな成人式終わりの人でいっぱいでさ。ほんとありがとね。こうやって部屋貸してくれて。いや、地元からさ、出てないって聞いてたから、てっきり実家暮らしなのかなって思ってたんだけど、一人暮らしだったんだね。あれ、実家って結構大学から遠いんだっけ。まあそれならね、ここの方が駅からも近いし、断然 QOL 上がるよね。あんま大きい声出しちゃうとみんな起きちゃうよね。ちょっとこっち来て、二人で話そうよ。今日なんかいろいろすごかったよね。まずめっちゃ人多かったいや、多すぎでしょ。みんなのことさ、全然見つけられなくて。見た目もさ、前とは違うじゃん。で、今がどんな見た目とかも全然知らないから、知ってる子ももちろんいるけど、そういうどういう感じの見た目とか。でもいつもとは違う格好だから、ほら髪型とかもいろいろアレンジしたりしててさ。私、あきちゃんとかりっくんは中学卒業してから本当に一回も会ってなかったから、でも最初全然誰なのか分かんなくて。みんなのこと探してる時にあきちゃんから久しぶりって声かけられて、本当にさ、誰かわかんなくてでも誰ですかとかね聞くわけにもいかないじゃん。だからとりあえず分かってる風に、あ、久しぶりって言ったらあきちゃん私が誰だか気づいてないって分かったみたいね。
ちゃんと名前言ってくれた。みんなと話すの本当に久しぶりだからさ、最初はなんか知らない人と話すみたいで、結構緊張してたんだけどしたでしょ緊張でもいざ話したらみんなあの頃のまんまで、ほんと懐かしい気持ちになった。でもなっちゃんがお母さんになってたのはちょっと驚いたかも。いやさ、彼氏できるの早かったし、結婚とかは早いだろうなとは想像はしてたよ。まさかさ、もう一児の母とはそこまではね、ちょっと想像してなくて。私なんてまだね、自分が子供すぎて全然結婚とか子供とか考えられないのに、なんかちっちゃい子抱っこしてるなって思ってはいたけど、なんか年の離れた妹とかいたのかなって考えてたら、娘だよって言ってて、いやもうってほんと驚いて。でもみんな知ってたんでしょ、なっちゃんが結婚してもう子供できてたこと。ほら私さ、インスタとかしてないからみんなの近況とかも全然知らなくて、たまにね聞いたりはしてたけど、しかもさ、なっちゃんの相手ってシオン先輩なんでしょ。いや中学の時からさ、シオン先輩のことかっこいいと言ってたけどね、まさか結婚するとはもう私の中では今日いろんな伏線回収がなんかされた感じがする。もう5年越しとかでなっちゃん以外で驚いたのはやっぱ松岡くんとかかな。松岡くんさ、小学校の時とか冬でも半袖短パンとかだったじゃん。超元気少年みたいないやなのに今日はさ、スーツビシって決めてて、もうなんかもうめっちゃ仕事できますみたいな雰囲気で聞いたら、今大学生だけど起業したって言ってて、つい最近。いや雰囲気だけじゃなくて実際に仕事できるんだってできないとは思ってないけどさ、いやだって元気少年が起業とか、あの時じゃ想像できないじゃん。起業ってことは社長とかってことでしょ。今日もうちょっと媚び言っとけばよかったかな松岡くんに一次会とかも参加しなかったもんね、成人式だけで。やっぱ忙しいのかな社長一次会で途中で帰ってたけど、ルイくんとか話した？話せてない。確かにちょっと席遠かったもんね。もう帰っちゃうのって聞いたら、今日配信があるからって
るいくん言ってて、配信って何ってね、気になるじゃん。だから聞いたら、なんか YouTube やってるらしい。知ってた？知らないよね。でもみんなも知らない感じで。なんかゲーム配信とかやってるらしいんだけど、でチャンネル名教えてもらって、さっきちょっと見てたんだけど、めっちゃ登録者いたよ。その1万2万とかじゃない、もうめっちゃこれレイくんなのってほんと思うぐらいなんかそういうゲーム配信界隈というか、なんかそっちで結構有名らしくて、で動画見てたらさ、正直ゲームの話とか全然わかんないんだけど、でも昔と一緒で話は面白かったし、で笑い方のね癖とかも昔のるいくんのまんまでちょっとまだねチャンネル登録はしてないけどちょっと後で見てみて、結構面白かったから本当はさ、みんなと会いたかったけど結構来てない人いたよね。半分くらい、もうちょっといたか、来てる人。でも3分の1ぐらい多分参加してなくて、あの子とか全然何してるか知らないんだけど、あっくんとかなんか聞いてる？結構仲良かったよね、中学の時とか。あ、留学してるんだ。どこに？あ、オーストラリアね。結構人気だよね、オーストラリアって。留学とかワーホリとか。いや、確かにあっくんなんか昔からおしゃれな洋楽とか聴いてるなとかは思ってたけど、だからといって別にね、英語の授業とか得意とか好きとかイメージなかったから。そうなんだ。みんなやっぱね、さすがにいろいろ変わるよね。だって中学卒業してからだと高校の3年間で今に5年とか経ってるんでしょ。私はどう変わった？あの時よりは可愛くなったでしょ。ちゃんと会うの本当に中学卒業以来だもんね。高校の時何回か駅で会ったりしたけど、でも本当に 3,4 回とか、それも高校入学してすぐとかで。さすがに中3の時と比べたら垢抜けたでしょ、私もだって今日さ、なんかいろいろアルバムとか見たりしたじゃん。みんな持ってきてくれてめっちゃさ、私芋っぽって思ったもん、アルバム見ながらでも恥ずかしかった、見るの。なんかね、今よりもちょっとムチムチしてたしそっちはさ、久しぶりに会ったらなんか髪も染めちゃってピアスも開けてるじゃん。大人だね私はそうなの、髪とかも染めてないしピアスも開けてないし、やっぱ大人になれてないかも。大丈夫かなお酒もまだ飲めないし
大学生活どう？楽しんでる？バイトが忙しいんだ。バイト何してんの？居酒屋とコンビニバイト掛け持ちめっちゃ忙しいじゃん。ちゃんと寝れてる？まあね、確かにそっか。一人暮らししてるからね。お金もかかるよね、そりゃ。でも体壊したらもっとお金かかっちゃうし、無理しちゃダメだよ、絶対。ね。なんかさ、今だから言える話みたいなのないの？無茶ぶりすぎ。定番のトークでしょ。こういうさ、成人式とか同窓会とか、どんなのでもいいからさ。でも全部もうね、時効じゃん。もうよっぽどのことはね、ダメだと思うけど。じゃあ私から言うから、後で絶対言ってよ。なんかあるかな。お昼のさ、放送でさ、いつも音楽流れてたじゃん。まあ、普段はその時流行ってる曲とか流れたりしてたけど、一時期さ、めっちゃアニソンばっか流れてた時あったじゃん。覚えてる？なんか今週めっちゃアニソンばっかじゃないってみんな給食食べながら言ってたんだけど、あれね、リクエストしてたの私。放送部が曲のリクエストしてたの覚えてる？なんか放送室の前にボックスと紙みたいなの置いて、その紙にリクエスト曲書いて入れてくださいみたいな。で、あの時になんかいろいろ字体変えて一人の人が書いてるって思われないように。で、アニソンめっちゃ書いて、そのリクエストボックスに入れてた。でもその念のためにね、字体変えてただけで、別にね、一人一回しかリクエストしちゃいけないとか書いてなかったから、まあ悪いことしてたわけじゃないよ、多分ね。まあ、なんだかんだアニソン流れて喜んでる人多かったし、悪いことじゃないでしょ。まあでも今だから言える話。当時こっそりやってたからね、これ。まあさ、こんな感じのでいいからさ、なんかない？私言ったのに言わないのずるくない？ほら、実は誰かのこと好きだったとか、そういうのないの？小学校の時も中学校の時も全然そういう噂流れてなかったよね。好きな人とかいなかった？ほんと？やっぱみーちゃんとかでしょ。みーちゃん昔から可愛かったもんね。今あそこでね酔いつぶれちゃってるけど
違うの？大丈夫だって。みーちゃんとかね、寝ちゃってるから言っても聞いてないよ。あれで寝たふりなわけなくない？みんなねえ、ほら言ってくれないんだ。別にね、言いふらしたりしないのに。じゃあお酒飲めるようになったら、その時また一緒に飲もう。尋問するからお酒の力借りて、もうちょっと素直になろう。私たちもそろそろ寝ちゃう？お酒飲んでないって言ってもねえ、もう結構遅い時間だし、さすがに眠いよね。起きたらじゃあまたみんなで一緒に話そうね。あれ、なんかなっちゃんちっちゃい子抱っこしてるなって思ってはいたけど、